こんにちは、モネです。実はシステム手帳を使い始めてそろそろ1年経つんです。いやー、早いですね、1年。甥っ子の可愛い落書きをきっかけに、私は差し替え可能なシステム手帳を使うことを決意したんですが、その時はまだ自分がちゃんと使うことができるのか不安で、本当に買いたかったシステム手帳を買うことができませんでした。やっぱりシステム手帳って安いものではないので、気軽には買えませんよね。その欲しかったもののお値段が全然可愛くなかったので、そりゃちきりますよ。そんなこんなで1年使うことができたら買うぞってちょっと自分の中で目標がありました。憧れだったものを手に入れたので、今日は私にとって記念すべき日なんです。大切に開封して思い出としても残しておこうと思い動画を撮ってます。もう予想がついている方もたくさんいるかと思いますが、セットアップ風景も一緒にお届けしていくので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。もうね、なんとなくあれだろうなーなんて予想がついている方も多いかと思いますが、今回私はイルビゾンテのシステム手帳を購入しました。私が購入したのはフラップシステム手帳のバイブルサイズです。ワンスナップタイプも可愛かったんですが、やっぱり記念すべき1代目のこの包み込んで守ってくれてた方を受け継ぎたくてフラップタイプにしました。お値段は全然可愛くない42,900円です。どうしようかなって買おうか買わないか迷ってたところ、彼から去年1年頑張ったんだし、この1年で手帳のことでお仕事も増えたんだから、自分の仕事道具にはしっかりお金を使って自分の好きなものを持ってもいいんじゃないって背中を押してくれたんですよね。そのおかげで決意が固まりました。この1年システム手帳を使ってきて、この先もずっと使いたいと思えたものだったので、思い切って買いました。いいものを長く使う、そしてこれは自分へのご褒美、そんな大きな買い物だったので、どうしても実物をちゃんと見たくて、ネットショップじゃなくて銀座のイルビゾンテへ行ってきました。やっぱり実物を見に行って正解でした。実際に現物を見せてもらって、革の色数も本当にたくさんあって、しかもどんな風に革が変わっていくのか、経過年数のサンプルもたくさん見せてくれてと、革の特徴と染め方や色の変化、革の表情とかいろいろ相談に乗ってくれました。最初はグレーか焼きヌメにしようかと思って店舗に行ったんですが、結局最後は全然違うレッドかオリーブかでめちゃくちゃ悩んでいました。で、私が最終的に選んだのはオリーブ。いやー、ほんとレッドもめっちゃ可愛かったんですよ。で、そして一つ一つ表情が違うのでって店員さんが店舗にある在庫を持ってきてくださって、自分の好みの表情のものを選ぶことができました。私はどちらかというとテロッとしている革よりちょっとボコボコっていう表情があるのが好きでした。あの時の店員さん、本当に丁寧にありがとうございました。もしも同じように革のアイテムを買われる方がいたら、必ず店舗に行くのをおすすめします。あ、この子がいいって本当に大事にできるものを選べました。さあ、開封も終わったので、今回購入したイルビゾンテのシステム手帳について紹介しようと思います。イルビゾンテで取り扱っているシステム手帳はワンスナップタイプとフラップタイプがあって、それぞれミニ6サイズとバイブルサイズの2サイズ展開になってます。私が買ったのはフラップタイプのバイブルサイズ。大きいポケットが1つ、小さいポケットが3つあって、右側にはファスナー付きのポケットがついてます。ペンをね、差し込める場所もありますね。そして金具はアンティークゴールド。直径が 30mm と大きくて感動してます。前に使っていたリングが直径 25mm だったので、随分大きく感じてます。実はプロッターのバインダーも候補にあったんですが、リングサイズが 11mm と細めだったので、イルビゾンテに最終的に決めました。店員さんとお話ししてて、フラップタイプの方がワンスナップタイプよりボタン周りの汚れが気になるみたいです。ボタンが隠れるタイプで、金具が直に革に触れるし、ボタンってやっぱ開け閉めするのに必ず触るから、
触る頻度が高いのでどうしてもボタン周りには汚れやすくなってしまうそうです。その汚れを軽減するのにカバー内側のボタン金具の下に厚紙を入れておくといいって教えてもらいました。早速ね、とりあえずではあるんですけど、保証書などの厚紙を入れておきました。ワンスナップタイプの方がボタン部分の汚れが目立たないそうなので、汚れが気になりがちな人はワンスナップタイプがおすすめです。これは手帳じゃないんですけど、財布がイロビゾンテで留め具のところが一緒なんですが、やっぱり汚れが目立つであろう場所が内側になるので気になりません。さあ、お気づきの方もいるかと思いますが、憧れのシステム手帳を手に入れたことで今まで使ってきた英語サイズではなくなりました。このサイズ問題でも結構悩んだんですよね。英語の使い勝手が良すぎて、本当は英語のものがあるなら英語のものを使いたかったです。ですが、これからコロナが収束して外に出るようになったら、対面の打ち合わせも増えるよなって思ったら、やっぱり英語より持ち運びに便利なバイブルサイズがいいのかもなんてね、思ったりして。で、何よりやっぱり憧れは諦めたくないっていうことで、これからはバイブルサイズになります。英語サイズのバインダーにコレクションページ、バイブルサイズのバインダーにスケジュール管理って分けようかとも思ったんですが、私は複数使い分ける力量がないので、やっぱりまとめてしまった方が良さそうっていう結論になりました。ありがたいことに今月は何も予定がない日が何日かあったので、がっつり手帳タイムをとってせこせこと手帳のお引っ越しをしました。改めて英語サイズとバイブルサイズを並べてみると、英語ってすごく大きかったんですね。1年間私にシステム手帳の楽しさを教えてくれたこの英語の手帳、本当にありがとうございました。また何か使い道が出てくる日までお休みしてもらおうと思います。そんなこんなで手帳のお引っ越しも完了して、これから動画に登場するのは基本的にこちらのバイブルサイズの手帳になるかと思います。これからどうぞよろしくお願いします。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。